皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。今回は雑談トークということで、気軽にゆっくり話していこうかなと思います。なので皆さんも何か作業をしながらでも、運転中、通勤通学中とか、お掃除をする際に聞いてもらえればなと思います。これを録音しているのは8月28日木曜日です。皆さんもう8月も終わりですよね。皆さんは元気に過ごしていましたか？で、皆さん夏休みはありましたか？学生だったら絶対1ヶ月とかあったかなと思うんですけど、お仕事をしている方はどうでしたか？いつもより長めの休暇はありましたか？またはどこか出かけたりしましたか？旅行とか出かけてなくても普段とは違うことしたよとか、または日本語勉強ちょっといっぱいいつもより頑張ったよっていう方もいるかと思います。で、私は夏休みというほどではないんですが、先週福岡へ行ってきました。皆さん福岡って知っていますか？福岡は九州地方にあって、日本のだいぶ西にあります。東京からだと飛行機で2時間ぐらいかな。1時間半から2時間ぐらいかかって、大阪からだと飛行機で1時間ぐらいで着きます。で、私は今回飛行機で行ってきました。で、もちろん新幹線とか他の方法もあるんですけど、新幹線は高くて、私は飛行機の方が安かったので新幹線で、違うな。飛行機で行ってきました。福岡に行くのは人生で多分2回目です。2年ぐらい前に1回行ったのと、で、今回で2回目です。子供の時に行ったことがある気がするんですけど、ちょっと記憶がないので、それはカウントしていないです。で、福岡は結構都会で人口も比較的多くて、日本でもその大きい都市をいくつか挙げるなら、東京とか横浜、大阪、名古屋、福岡っていう5番目ぐらいには入ってくるかなと思います。なので、行ったことがあるよっていう方も多いかなとは思います。で、私は福岡がめっちゃ好きです。で、その理由が3つあるんですけど、1つが空港から市内までがめっちゃ近いことです。もはや近すぎです。私飛行機でその夜、福岡から大阪に帰ってくる時に、飛行機乗ってこう滑走路に行くじゃないですか。で、その滑走路からパッて窓の外を見ると、もう普通の道路なんですよ。その空港の敷地内とかじゃなくて、マジで普通の道路で、車とかバンバン走ってて、みたいな、ちょっと待って、近すぎるねんけどって思って、ちょっとびっくりしました。大阪というか兵庫県にある伊丹空港っていう空港があるんですが、そこもめちゃめちゃ市内にあって、結構ね、もうビルとビルの間を飛行機が通り抜けてるみたいな感じなんですけど、福岡もそんな感じだなって思いました。めっちゃ、空港から市内までが近いです。で、なんでこれがいいかって、皆さんもわかるかと思うんですけど、海外旅行とか行って、空港やっと着いた、入国できたってなりますよね。で、よっしゃ、これから楽しい旅の始まりだってなっても、その空港からまずホテルとかエアビーとかに行って、荷物下ろしてっていう、ここめちゃめちゃめんどくさくないですか？ここ、私結構だるいなって思うんですけど、でもその空港から市内までが近かったら、言ったら空港からホテルまでとかが近いので、ちょっとだるい最初の移動が少なくて済むので、めっちゃいいです、これは。あと、空港から市内が遠い場合だと、例えば夕方に空港に到着したらもう1日目は何もできないってなるかもしれないんですけど、福岡の場合はその夕方に着いても市内まで本当に近いので、夜ご飯食べに行ったり、夜何か一つ楽しいことができたりと、そういうメリットがあります。あとはその帰りの日ですよね。
空港から遠かったら、もう最終日は何もできなくて、ただ空港に行くだけっていうね、そういう旅行をしたことがある方もたくさんいると思うんですけど、空港から近いので、最終日もうギリギリまで遊んで空港に向かうことができるので、やっぱ空港からその市内までの近さって本当に大事だなって感じました。で、私のよく使う空港は、関西国際空港っていう空港なんですけど、もうその空港は海に浮いてます。使ったことがある方はわかると思うんですけど、その空港は海に、浮かんでる埋め立て地の空港なので、大阪市内までめっちゃ遠いです。電車も快速って言ってちょっと速い電車とかバスとかもあるので、体感的にはそんなに遠くないんじゃないって思うかもしれないんですけど、実際の距離は結構遠いです。なのでそういう私が普段よく使う空港と比べると、福岡の空港はめっちゃ近いので、ああ、もうなんか全ての空港がこんなんだったらなって思います。もちろん空港が近いとね、騒音とかいろんな問題はあると思うので、その街中に作ることができない場所がほとんどかなって思うんですけど、福岡はね、本当に空港から近い珍しい都市なので、めちゃめちゃいいです。で、他にも福岡が私は好きな理由があるんですけど、それが海があることです。で、その海っていうのは工業地帯とか、なんか汚い海とかじゃなくて、綺麗な砂浜もあって、ビーチがあるっていうのがもう本当に最高です。皆さんはどうですかね？私は海がめっちゃ好きです。その自然界の中のなんか癒しとかいろいろありますよね。山が好きな方、川が好きな方、普通になんか自然で動物の声とか鳥の鳴き声がいいなって思う方、いろいろいるかと思うんですが、私は海がめっちゃ好きです。海を眺めてるだけで癒されるし、波音もね、もう本当に大好きです。で、そんな海が都会からすぐそこにあって、いつでも行けるような距離感で、しかも綺麗でっていうのがめっちゃくちゃいいなって思いました。で、私のその世界中見ても好きな都市というか、行ったことがある都市で好きな都市は、日本だったら福岡が好きだし、韓国だったらプサンが好きだし、あとスペインのバルセロナとかもめっちゃ好きなんですけど、その共通点は全部海があることです。で、その田舎で綺麗な海ってたくさんあると思うんですけど、でもやっぱりちょっと都会の雰囲気も欲しいので、そういう田舎すぎない都会もあるけど、でも自然の海もあるっていう、そういう都市がめっちゃ好きなので、福岡良かったなって思います。もし皆さんも自分が住んでる都市とか、なんか行ったことがある都市で、都会の雰囲気もあるけど、綺麗な海もちゃんとあるよっていう場所があったらね、ぜひ教えてください。私も旅行が好きで、よく行ったりするんですけど、そんないろんな都市を巡っていたり、海外も何カ国もめちゃめちゃ旅行したことがあるっていう方ではない気がするので、もしね、皆さんのおすすめの海もあって都会もあるっていう街があったらぜひ教えてください。で、もう一個福岡が好きな理由は、これは他の都市でも同じなんですけど、食べ物がめっちゃ美味しいからです。で、皆さん、福岡で有名な食べ物は何か知っていますか？福岡に実際住んでいる方からすると、いや、もっと美味しいものあるよとか、こっち食べてみてよっていうのもあるかもしれないんですけど、福岡で有名な食べ物は、博多ラーメン。これは豚骨ラーメンですね。豚骨ラーメンともつ鍋、あとは明太子とかも有名だと思います。で、福岡は屋台で有名な街です。その道端に小さい本当に5人ぐらいが座れる小さい屋台があって、そこで何かいろいろ料理を提供していたりするんですけど、そういう小さい屋台で豚骨ラーメンっていうのはよくあると思います。で、豚骨ラーメンってちょっとね、匂いが
きついんですよ。なんか、うってなってしまうような匂いがするんですけど、私にとったら。でも一口食べるとめっちゃ美味しいです。なのでその一口を食べるまではちょっと我慢って感じなんですけど、特にそのいっぱい豚骨ラーメンが並んでるお店の前を通ると、ちょっと、おお、匂いきついなってなるんですけど、食べるとね、めっちゃ美味しいので、食べたことない方は食べてみてほしいなと思います。豚骨ラーメンは豚の骨のスープと、あとは細い麺がよくある気がします。麺は太いんじゃなくて、細い麺が多いかなと思います。で、もつ鍋。もつ鍋っていうのは、牛の、内臓と、あとはニラがバーって真ん中にたくさん乗ってあって、いろんな野菜が、キャベツとかもやしとか野菜が入っているんですけど、そういう鍋があります。鍋料理ですね。これがめっちゃ美味しいです。そのもつが本当にプリップリで、プリプリなんですよ、本当に。それが、なんかその食感がユニークだし、味も本当に美味しいので、皆さんもね、ぜひ一度食べてみてほしいです。でもそのもつのプリプリ感が好きな人と嫌いな人っていう好き嫌いは結構はっきり分かれそうな料理だなと思います。で、このもつ鍋はね、北海道じゃないな、福岡に行ったらぜひ一度皆さんもう絶対食べてみてほしいもののうちの一つです。で、あと有名なものは明太子ですね。皆さん、明太子って何かわかりますか？明太子はなんかちょっと見た目が気持ち悪くもある、なんかむにゅっとした、見た目なんですけど、明太子っていうのはスケトウダラという魚の卵を唐辛子をメインに味付けした料理です。なのでちょっと辛いです。辛いものが苦手な方にはあまりおすすめはしないんですけど、めっちゃ美味しいです。で、これは白ご飯の上にこの明太子を1個乗せて、それをおかずに食べるっていう、このシンプルな食べ方が私はめっちゃ好きです。で、明太子を本当にそのまま食べる人もいるだろうし、ご飯に乗っけて食べる人もいるだろうし、何か、料理として使ったり、あとはなんか卵焼きに混ぜたり、明太子ソースなんていうのもあったり、いろんな明太子料理があるので、これも福岡に行ったらぜひ一度食べてみてほしいです。確かに見た目は独特で、これ美味しいんっていう感じなんですけど、食べてみたら本当に美味しいです。私はめっちゃ好きです。日本はね、各地、どこに行っても違う有名なものとか、その土地で採れた食べ物がたくさんあるので、どこに行っても違うものを、その土地で有名なものが楽しめるので、福岡に行くと豚骨ラーメン、もつ鍋、明太子、これ3つをぜひ試してみてほしいです。で、そうですね。あとは、皆さんカルビーのポテトチップス知っていますか？皆さんもね、一つは好きなポテトチップスがあるかなと思うんですけど、日本で有名なのはカルビーのポテトチップスかなと思います。で、このカルビーの基本の味は、薄塩味とか海苔塩とか、基本の味、全国どこでも買える味がいくつかあるんですが、それとは別でご当地限定の味もあります。で、私が住んでるその大阪だと関西だし醤油っていう味があって、それは本当に関西でしか買えないものがあるんですが、福岡にもあって、それが九州醤油という味です。で、こういうお菓子でも地域限定の味があったりするので、そういうのをね、一度楽しんでみてほしいです。で、私もポテトチップスの中では関西だし醤油と福岡含めた九州で買える九州醤油っていうのがめっちゃ好きです。でね、もちろんその福岡に行ったので食べないとですよね。で、これもちょっとおやつに食べたりしました。めっちゃ美味しいです。他のね、国の
ポテトチップスに、その醤油味っていうのはなかなかないかなと思うので、皆さんもね、ぜひ、日本に来たら、福岡に行ったらこれを買ってみてほしいです。皆さんが普段食べるポテトチップスってどんなのがありますか？なんか世界どこに行っても買えるようなブランドとかありますよね。ちょっと名前が思い出せないんですけど、日本はやっぱり日本の会社のもので溢れてる気がします。そういう海外の会社の製品ってもちろんあるんですけど、やっぱり全国どこでも買えるかと言われたらそうではないなって思います。で、今回の福岡旅行は1泊2日で本当に短い旅だったので、めちゃめちゃいろんなとこ行きまくってっていうわけじゃなかったんですけど、福岡だと太宰府天満宮という有名な神社があります。ここはね、学問の神様がいる、勉強とかそういう学問に関する神様がいるとされているので、よくね、受験前の学生、受験っていうのは高校とか大学に入るための入試、テストなんですが、そのテストがある学生がよくこの神社に行ってお参りして、受かりますように、テストパスできますようにっていうのが、よくあるかなと思います。で、ここの神社なんですけど、もちろん皆さんが見たことあるような伝統的な形をした神社の部分もあるんですけど、なんかね、真ん中にドーンってあるのは、屋根にめっちゃ木が植えられていて、木というか植物が植えられていて、すごい現代的なのか、なんか見たことない、他ではないような、神社、そういう姿を見られるので、行ってみるのもめちゃめちゃおすすめです。で、やっぱり今回の旅行も本当に暑いですね。なんかもう暑すぎて、やっぱり8月は日本そんなに旅行できないなって感じました。8月とかは学生も会社員の方もみんな休みが多い時期なので、いろんな方が旅行に行くかと思うんですけど、それでもなんか暑すぎて、いろんなところにあっち行ってこっち行ってみたいな感じで予定を詰めすぎると体力持たないなって感じました。なので、その1日目着いた時もちょっと昼ご飯食べに行って、で、その後にホテルにチェックインして、もう汗だくすぎて、ホテルにチェックインしてシャワー浴びてちょっと休憩してから、またその夕方出かけるみたいな感じで休憩をね、ちょっと挟まないと、日本の夏の旅行はやってられないなっていう感じがしました。それでもね、やっぱりどこか涼しいとこないかなっていうので、日本には避暑地と呼ばれる場所があります。避暑地はその暑さを避ける場所って書いて避暑地なんですけど、そのね、避暑地どこかないかなと思ってちょっと調べてみました。で、日本で一番有名なんじゃないかなって思う避暑地は軽井沢っていうところです。軽井沢は長野県にあって、長野県は本当に日本の真ん中ら辺にある内陸部の県です。内陸なので海に面していない、海がない場所になります。で、ここは自然が本当にたくさんあって、山がね、山脈がこうバーって連なっているんですけど、その風景がとっても有名で、観光客も多い別荘地、リゾート地です。で、この軽井沢って呼ばれるところは、夏はとっても涼しいっていうので有名で、よくね、別荘がたくさんあるっていうのを聞いたことがあります。別荘っていうのは自分の今住んでる家とは違うもう一つの家っていう感じです。そこにお休みの時に遊びに行ったりするもう一つの家が別荘なんですけど、そういうのがね、よく軽井沢にあるっていうのを聞いたことがあります。なぜなら、夏暑いのでね、日本はどこに行っても基本的には。なのでその涼しい場所に別荘を持っておいて、夏に遊びに行くみたいな感じです。で、あと冬はスキーとかスノーボードが楽しめるので、その雪のリゾート地としても有名です。
長野県にはスキー場がたくさんあるので、スキーが好きな方なら、スノボーとかも好きな方なら行ったことある方が多いかなと思います。私はまだ行ったことはないんですが、めっちゃ行ってみたいなって思っている場所です。夏の山の景色も本当に綺麗で、めっちゃ美しくて、あ、日本にもこういう場所あるんだって思いました。なんかやっぱり昔は全然日本旅行には興味なくて、海外にずっと行ってみたいっていう感じだったので、日本のその美しい自然、どんなのがあるかなとか、観光地どんな場所があるかなっていうのは調べたりしたことがあんまりなかったんですよ。でもここ最近はやっぱり日本も綺麗なところたくさんあるなと思っていろいろ調べていると行ってみたいところがたくさん出てきて、で、長野県がそのうちの、一つです。で、軽井沢っていうのは、まあ、避暑地っていうので有名で、日本人なら誰でも避暑地と聞いたら軽井沢を思い浮かべる方もいるかなと思うんですけど、ほんまに涼しいんかなと思って、実際にその最近の天気を調べてみました。気温を調べてみました。じゃあ最高気温が30度いってる日はなかったんですよ。ここ1週間ぐらいなんですけど、ここ1、2週間ぐらいで30度を超えてる日はなくて、最低気温も20度ぐらいで、ほんまにめっちゃ涼しいやんと思って、ちょっと感動しました。今私が住んでいる大阪とか、まあ関西、基本的には昼間は33、4、5度ぐらいありますし、夜もね、25度ぐらいあると思います。それと比べると、昼間の気温も多分5度ぐらい低くて、夜の気温も5度ぐらい低いので、何この素晴らしい土地と思って、ちょっとその天気予報を見てるだけで感動しました。まあね、日本にも探せばそういう暑さをしのげる場所もあって、自然が豊かで、もう心も体もリフレッシュできそうな場所があるのでね、もし皆さんも夏に日本に旅行に来るとか、今住んでいるっていう方は、避暑地って調べて旅行に行ってみることをお勧めします。で、旅行についていろいろ話したんですけど、まず皆さん旅行は好きですか？またよく行ったりしますか？で、さっきも言ったように、昔は、まあ今もなんですけど、海外旅行が大好きで、もう常にお金が貯まったら海外旅行に行きたいっていう感じだったんですけど、今はね、日本国内も行きたい場所がたくさんあって、ああ、そこも行きたいな、ここも行きたいな、みたいな感じで、私の旅行に行きたい場所リストに本当にいろんな場所が溜まってってるんですけど、皆さんはどうですかね？死ぬまでに行きたい場所リストみたいなのはありますか？死ぬまでにやりたいことリストがある方もいると思うんですけど、その死ぬまでに旅行に行きたい場所リストがあったらね、ぜひどんな場所か教えてほしいです。私も死ぬまでに行ってみたい場所は、そうですね、結構ある気がします。どこだろうな。やっぱり北欧とか行きたいですね。北欧とか、あとはアイスランドとかに行ってみたいです。ちょっと冬の自然を見てみたいし、あとはオーロラも人生で一回は見てみたいです。で、私は、まあ、行きたいことリストというか、まあ、これはやりたいことリストなんですけど、富士山に一回は登ってみたいです。まあ、日本なのでね、別にやろうと思ったらいつでもっていうか、毎年その、登山できる期間に行けばできるんですけど、本当に登山は普段したことないぐらいの初心者なので、いろいろハイキングから始めて、登山ができるように、ちょっと練習とかも必要なので、ま、そうですね、人生で一回は富士山に登ってみたいなと思います。あと、そうですね、行きたい場所、確かにたくさんあるんですけど、やっぱり知識不足すぎて、その、どんなものがどこにあるのかとか全然知らない気がするので、皆さんのね、死ぬまでに行っとけよ、ここは、みたいな、そういう、あの、すっごい絶景とか
おすすめの場所、なんか歴史的建造物的な、そういう建物があれば、ぜひぜひ教えてください。なんか旅行で記憶に残っているもの、皆さんだったらどんな旅行が記憶に残っていますか？絶景を楽しんだ旅行とか、逆にトラブル続きでいいことはなかった風に見えるけど、でもまあ記憶には残ってるとか、いろんなね、旅が皆さんの中にもあるかと思うんですけど、私もなんか記憶に残っているものは、カナダのカルガリーからバンフというところに行くために車で走っている時があったんですよね。私は運転はしていなくて後ろに座っていたんですけど、で、その時に見た山脈、ロッキー山脈ですかね、あれは。ちょっとわかんないんですけど、その山脈の景色がめちゃめちゃ、なんか圧倒的だったなって思います。私普段住んでるところに、その山はあんまりなくて、高い山の景色を見ながら生活するとかではないので、やっぱりそのすっごい高い山、富士山もそうですけど、そういう圧倒的存在感みたいな、そういう山とか山脈を見たらめっちゃ感動します。普段行きたいなって思うところは海なんですけど、でも感動度合いで言うと多分山脈を見た時の方がすごかったですね。あれはなんか、うわーって思いました。映画の世界ここって結構思いました。あ、そうですね。あとはナイアガラの滝とか行ってみたいですね。カナダ側とアメリカ側どっちもあると思うんですけど、世界の絶景プラス壮大なもの、すごく大きくて、圧倒的存在感と圧倒的迫力があるものをちょっと見てみたいなって思います。建物で言うと、フランスのベルサイユ宮殿とか、あとはドイツにあるケルン大聖堂とか、スペインのサグラダ・ファミリアとか、これ全部見たことというか行ったことがあるんですけど、やっぱりこういうのって私にとってはすごく新鮮で、普段全く見慣れないもので、教会とかも全然ないので、で、そういう歴史にも全然触れてこなかったので、その学校で世界史っていう世界の歴史を学ぶ授業はもちろんあったんですけど、そんな深く深く学ぶわけではないし、ま、全然テスト終わったら全部忘れてるし、みたいな感じで、全然そんな身近にあるものではなかったので、実際に見た時のその迫力と、そこで刻まれた歴史と、なんか全てにほんとに圧倒された記憶があります。で、ケルン大聖堂、行ったことがある方もいるかもしれませんが、私は電車で行ったんですよね。で、電車で行って、駅降りたらもう目の前にドーンってこう、その大聖堂が立っているんですよ。で、それを私全然知らなくて、なんか駅降りてちょっと歩いて、どん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 こう見えてくるんかなみたいな感じに思っていたら、もう駅降りて、顔を上げた瞬間に、もうその目の前に見たことない大きさの大聖堂が建っていて、その建物を見て感動したっていうのは一番かもしれないです。ケルン大聖堂のやっぱその大きさ、世界最大級ですよね。のあの大きさにはほんとに圧倒されました。で、ヨーロッパだとこういうね、教会、大聖堂っていうのがたくさんあると思うんですけど、皆さんの行ってみて良かったなみたいな場所ってありますか？もしこういう大聖堂の近くに住んでいるっていう方は、もうほんとに身近にあるものだし、お祈りに行く場所とか、その私とは捉え方が全然違うかもしれないんですけど、私にとったらほんとに初めて見るもの、初めて見る大聖堂、初めて見るそんな大きい迫力と刻んできた歴史とっていうのが、そうですね、圧倒されました。逆に皆さんだと日本に来てすごく大きい神社とか大仏とかを見て、うわ、何これみたいな感動があるかもしれないんですけど、私ももちろん感動はするんですけど、やっぱり子供の頃からね、見てきたというか、
身近にあると、どうしても感動って薄れるなって気がします。もちろん私も日本の神社に行くのも好きだし、その観光地として行くのも好きなんですけど、行った時に感動は別にしないかなと思います。そこの神社の、なんて言うんですかね、ユニークさとか珍しさっていうのはもちろんあるんですけど、各行く場所によって。でも、私がその大聖堂を見た時とか、ベルサイユ宮殿を見た時の感動っていうのはやっぱりないなって思いました。もちろん人それぞれ感じ方って違うと思うので、皆さんもね、ぜひ、ここは本当に行っておいた方がいい場所とか、一番記憶に残ってる場所とか、そういうのがあったら、もうぜひ教えてもらえたらなって思います。こういう行って良かった場所とかだけを話していると、旅って本当にすごいな、いいなって思うかもしれないんですけど、旅行をよくする方はもちろん経験したかなって思うんですけど、やっぱりトラブルがたくさんありますよね。旅行をすればするほどいろんなトラブルに出会う可能性があるかと思います。で、私もいくつか経験したことがあるんですが、それはね、また別のエピソードでも、旅にトラブルはつきものということで、そういう話は別でしたいなと思います。今回は雑談トークということで、先週行った福岡の話だったり、その他の旅行の話などをいろいろしてみました。1月ももう終わりということで、いろんな夏休みの過ごし方があったと思いますし、楽しい思い出ができたっていう方も、いや、ずっと仕事して働いてたわっていう方もいろんな方がいるかと思いますが、気軽に聞いてもらえてたらいいなと思います。旅行に行きたかったけど今年は行けなかったっていう方はこれを聞いてね、ちょっと何か旅行気分というか違う国に行けたなっていう気分を味わってもらえてたらなって思います。今回行ったのは福岡だったんですけど、日本の中でも私はまだまだ行ったことがない県、都市っていうのがたくさんあるので、また旅行したらこうやってね、何かシェアできたらなって思います。もちろん日本だけじゃなくて海外に旅行に行った時も、いろんな話がまたはトラブルがあるかもしれないので、もしそういうのをたくさん聞きたいよって言ってくださる方がいましたら、過去の旅行話なんかもシェアしていこうかなって思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも続けていくための応援をしてくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。また Patreon では追加で1本、毎月配信しているランクもありますので、もっとエピソードをたくさん聞きたいと思う方がいましたら、ぜひ Patreon もチェックしてみてください。では今回はいつもより少し長かったかなって思うんですが、最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。もう9月ということで、新学期が始まったり、お仕事でも何か変化があった方がいるかなと思います。新しい場所とか新しい環境っていうのは大変なこともたくさんあるかと思いますが、皆さんこれからもね、頑張って、そして日本語の勉強も続けてもらえたらなって思います。では今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。それでは。